こんにちは、加藤です。今日は角田浜に来ています。結構風強いんですけれども、ここから見える、角田岬、白い灯台があるんですが、そこを書いてみようかなと思ってきました。これ、見えますかね。遠くの方にポコッと立っている。なんか岩がね崩れたような、欠けたような強い濃い影、この辺かな、できてますよね。崖の崩れた感じ、これ面白いですよね。この辺描いてみようかと思います。こんな感じで行ってみたいと思います。道具はいつものマルマンスケッチブック、それからユニの 6B、 そして練りゴム。ここ最近10分スケッチシリーズであちこち行ってちょっとスケッチしてるんですけれども、やっぱスケッチは短い時間で描くの難しいですね。なるべく10分間で描けるものをと思って始めるんですけど、気がつくと10分超えてるっていうことがほとんどで、なかなか短い時間で描くっていうの難しいんですが、まず最初に終わりを考えましょうか。10分でできることだけやろうと思います。で、今見えているこの、灯台を含む岬、崖の風景なんですけど、これ克明に描こうとしたら本当にいくら時間があっても足りないんですよね。30分から1時間くらいかけたらある程度気に入った絵になるのかなって気もするんですが、ここは最初に10分という制約、その中でできることだけ考えていきたいと思います。そうするとこのね、岬のシルエット、この岩、それから緑色の植物が、草がちょっと生い茂ってるんですが、このシルエット、形と手前の砂浜、そしてこちら側に伸びてくるこの遊歩道というか、護岸ですね。コンクリートでできた護岸はある程度もう省略しちゃいましょう。これ形を描いてると、こっちがメインになりそうなので、今回は向こうに見えるこの岬の崖の形と、手前の砂浜、そして波立っているちょっと白波を少し入れて、あと灯台はシルエットだけで、形といってもですね、建物の形といってもこの灯台のシルエットのみで、主に崖の感じを大事にしましょう。で、一番奥に茶屋、ちょっと文字読めないけど、福助茶屋かな、なんかそういった建物あるんですが、そしてトンネルもちょっと見えてるんですけど、これも灯台を邪魔しないくらいの感じで形は描き入れましょう。ただあんまりこれ克明に描くと灯台喧嘩しちゃいそうなんで、ここはちょっと難しいですね。描きながら決めていきましょう。ただあんまり欲張らないっていう前提でいきたいと思います。10分でできることって考えると、ここが水面というか地面、崖が結構強く切り立ってるんですけど、ここはなんか人が登る道みたいなのがちょっと見えてます。で、ここになんか双子みたいな向こうの岩が見えています。切り立ってるちょっと黒っぽい
岩です。でここがね結構鋭く影が黒くはっきりと見えてる。これ結構特徴的な、この場所を描く人は結構利用してる形なんじゃないでしょうかね。ここ面白いですね。この隙間面白いところです。ここ結構書くべきポイントっていうかね、ガキとなってる感じ。あと影の中はちょっと省略してもうシルエットだけで見ていきます。だけどこのコントラスト結構強めに出したいですね。ここねもうちょっと思い切ってつけよう。こういう時やっぱりね 6B の威力っていうか結構思い切った強い色起きやすい、入れやすいです。このくらい強く入れておきます。なるべくね影の中はねムラがない方が、フラットにした方がね取れてたかな。ここにねちょっとね岩が見えていて、この辺も少し崖が崩れているような、この辺ですね。遠くから手前へ向けて何箇所かこんな風に切り立った岩肌が見えているところがあって、その間を縫って植物が生えている。崖のグレー、茶色い色とグリーンのサンドイッチ状態みたいな、そんな感じになっています。はい、一応ねこれあまり深追いせずにシルエットだけ捉えていきます。ここね道が、人が歩くね遊歩道っていうのが手すりのついた道がつながってるんですね。で上の方を見ていきましょう。主役になる灯台はこのこんもりした山の上、この辺り、この辺木というか植物が結構茂っているんですけれども、この奥側にそびえ立っています。ちょっと山のねシルエットだけ捉えておきましょう。こんな感じで植物がちょこっと見えたりしながらシルエットを捉えていきます。これがね角田山、向こうの山へつながっていく。そして灯台の位置はここからこの辺まで、ほんと小さいんですけれども特徴的な灯台の形をね捉えていきましょう。白くて綺麗な灯台ですね。下に建物が少し見上げるような形で、いくつかのアンテナみたいなのとともにあります。はい、こんな感じ。本当はここでね絵の具を少しつけられればいいんでしょうけど、今日は鉛筆のみで捉えていきます。でこの辺が植物が、そしてここちょっと崖が見えてる。この緑色の植物と崖との境目はあまり直線的な鉛筆のタッチにならないように、少しこうもさもさとしたタッチを利用しながら描いていきます。こんな感じですね。これが植物の境界で、ここから先少し崖が始まるところ、この辺から崖が始まる。
けは少し、ね、強めのタッチ。ここに手前にね茶屋があるんですね。ここはすごくオーバーハングしているような鋭い崖です。崖肌が見えていて、この辺りにですねトンネルが見えるんですね。向こうへ通じるトンネルが黒い口をぽっかり開けてます。これで大体の感じ捉えられたかな。灯台がちょっと奥にあって、手前が崖のちょっと崩れたような、ここは階段があって砂浜に人が降りるところですね。でこの辺りに茶屋があります。単純な形で捉えていきます。あまりここは追求しすぎないで、本当にシルエットで見ておきましょう。でこの辺りまでね水が来てるんですね。ここが波打ち際です。波がここまで来ていて、手前の砂浜がつながっている。ここが手前の砂浜です。やっぱりね流木とかちょこっとあったりして、今日は曇り空なんですけれども、流木を描くときにその形をなぞるというよりも、それによってできた影を描いていきます。この辺は波立っている白波が遠くから手前へこう押し寄せてくる感じです。特にこの辺が白波が立ってるかな。向こう側の湾の方がちょっと波が激しいようです。そしてこの辺はちょっとなんか沈み根があるんですかね。波立っています。何重にも遠くから手前へ打ち寄せてくる波が、奥から手前へ、こんな感じでしょう。そして水平線がこの半島というか、この岬の向こう側にうっすらと見えている。ここですね。ここが水平線ですね。今日も曇っているので雲の感じは結構暑いんですけれども、この辺まで垂れてきている感じ。これ雲の下の影です。雲の下側にできている影を描き入れています。
どんよりとねしている雲の下側の影。はい、こんな感じでもうちょっと影入れようかな。崖もうちょっと調子つけますね。こんな感じかな。崖の下まで来てみました。灯台の真下なんですけど、こんな感じのすごい岩ですよね。オーバーハングしてる。地層が元海底だった感じなんですかね。岩をくり抜いたトンネルがあるんですね。半館船隠し。ちょうどさっきはね、この辺りから帰ったんですけれども、はい、今日は以上です。